どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は XH2S っていうこのカメラを購入してまだ2週間なんですけど、ちょっと手放そうと思ったので動画を撮ることにしました。Twitter で購入報告みたいな感じでマイニューギアみたいなことをした時に買うと思わなかったとか、意外とか興味ないと思ってたとか、そういったことを何名かの方に言われたんですけど、実際それが間違っていなかったなと、自分のことを自分で一番分かってなかったなということに気づきました。持ち出しやすいことが大事とか、フラッグシップだからいいわけじゃないとか、そういったお話もしてきたんですけど、否定しているっていうとちょっと違うんですけど、それを自分で話していることと矛盾しているような購入の仕方だったかなと思って、ちょっと売ることにしました。XH2S 自体はすごい XT4 とかに比べても進化はしている部分もあって、とてもいいカメラだなとは思ったんですけど、単純に自分には合わなかったなっていう感じで、合わないカメラ、使う可能性があまりないカメラとか、そういうカメラをずっと持ってても仕方ないかなと思ったのと、あとこのまま持ってたらどうせならレビュー動画とかXT4 と比較したり XE4 と比較したりとか、そういう計画も立てていたので、そういう動画を撮ろうかなって思ってしまう気もしたんで、それも参考になる方もいらっしゃるかなとは思ったんですけど、それをしてしまうとただレビュー用に買ったカメラっていう感じになってしまうなと思ったので、早めに手放してもう未練なくさっと切り替えて次のカメラに行こうかなという感じです。手放す理由についてお話をしていきたいと思うんですけど、もう単純に操作性が合わなかったっていうところですね。僕的にはこのダイヤルですね、このモードダイヤルみたいな感じになってて、 MASP とかプログラムオートとかマニュアルシャッター優先、絞り優先とかそういうのがあったり、あとフィルムシミュレーションのカスタマイズをしたのをここで切り替えたりするんですけど、これがどうしても合わなかったんですよね。カスタム設定とかそれを切り替える項目自体は多分他のファンクションキーに割り当てることはできると思うんですけど、ここのダイヤル自体があんまり合わなかったっていうのが一つあって、こっちのモニターの方にもシャッタースピードダイヤルとか、あと ISO ダイヤルとか切り替えができるようなダイヤルがあった方がやっぱり僕的には操作がしやすいなというふうに思いました。富士フイルムを使っている方ってダイヤル操作とか絞り感を操作したりとか、そういう操作が好きで使っている方って多いとは思うんですけど、 XH2S にはそういうダイヤルがないこと自体はもともと分かっていたんですけど、それがここまで困るとは思ってなかったんですよね。困るというか、多分慣れるとは思うんですけど、慣れてまで富士フイルムっぽくないカメラを使う理由もないなと思ったんですよね。それが一つ目の理由です。でもう一つも操作性なんですけど、XT4 ってすごい軍艦部のダイヤルとかかなり完成されていて、動画とかも撮りやすいんですよね。それが動画切り替えスイッチっていうのがあったり、動画専用操作モードっていうのが、それが組み合わさってすごい使いやすかったりするんですけど、動画の切り替えスイッチがないんですよね。こう見てもらったら分かると思うんですけど、動画切り替えスイッチがなくて、ここに動画レリーズボタンがあって、動画レリーズボタンを使うことによってほぼフルオートでシャッタースピードとかそういった設定をせずに、ここを押すだけで動画を撮るっていう、そういうモードはあるんですけど、動画の切り替えをするためにはこっちのダイヤルを使って動画のモードに切り替える必要があって、それがちょっと難しかったので操作がしづらいなっていう風なこともあって、これだったら XT4 の方が正直使いやすいんじゃないかなと思って、動画の操作がしづらいっていうのがちょっと僕的にはなしなポイントだったかなと思います。で次なんですけど、もう一個あるんですけど、これも操作性の問題なんですけど、ここのスティックですね。 XT4 とか XE4 のスティックとかよりもこれが大きくなって操作しやすいように見えるかもしれないんですけど、これが地味に操作しづらくて、カクカク動く感じじゃなくて結構緩く動くんですよね。これが多分慣れたらすごい使いやすいんでしょうけど、昔で言うとプレイステーション2のアナログスティックみたいな感じ、あんな感じでちょっと緩いような感じで、あれ僕結構苦手だったんですけど、十字キーの方が使いやすかったんですけど、そんな感じの使い心地ですね。これがちょっと使いづらかったですね。あともう一つ理由があるんですけど、
XH2S が直接関係あるわけじゃなくて XH2S のファーストインプレッションみたいな感じで僕もうすでに動画を撮っていたんですけど、その動画をもう撮って編集も終わって公開しようかなと思っていたんですけど、最終チェックをしている時に編集している時もちょっと薄々感じてたんですけど、あんまり面白そうに語ってないなというふうに思って、これを本当に公開していいかどうかっていうのがちょっと悩んでいて、動画の編集をしている時って若干客観的な目線で見れるようになっていくんですけど、面白くなさそうというかちょっとネガティブな話も多かったり、今言ってきた話が多かったりするんですけど、本当にこれ使いたくて使ってるのかなっていうふうにちょっと思ってしまったんですよね。多分スペックとかはめちゃくちゃ高くていいカメラなんですけど、そのスペックだけでその使いやすさとかテンションとか持ち出したい気持ちっていうのが上がらないんだろうなっていうのをより実感したっていう感じですね。ここは本当にふわっとした意見なんですけど、僕はそういう感じで自分を客観的に見て、これ使いたくて使ってるんじゃなさそうだなと思って、でそのファーストインプレッションの動画を出すのをやめました。でそれで2日ぐらい考えたんですけど、それでちょっとやっぱりこれは使う可能性もあんまり高くないなとか YouTube 用になってしまうかなと思って売ることに決めました。じゃあ買うなよってそういう風に思うの分かっとるじゃんみたいに思われると思うんで、なので買った理由を一応お話ししておきたいんですけど、 XT4 よりも明らかに動画の性能が向上しているかなと思ったからです。で XT4 ってちょっと動画がカクカクしたりとかピントがちょっと迷ったりとかそういったこともあるので、その辺に少しだけストレスを感じていたことと、あと夏場長く動画を回せないとか排熱があんまり良くないとかそういったところがあって温度が上昇しすぎてしまうとか熱暴走してしまうとかそういうのもあったので、その辺の改善を期待して XH2S を選んだっていう感じですね。であとはもうすぐお兄ちゃんの方が小学校に上がるので、これから望遠レンズとか、使う機会もあるかなと思ったりして、でそれだったらこういうしっかりしたカメラが欲しかったっていうのと、あと連写性能とかもその辺も期待していたので、連写は実際すごかったんですけど、小学校に上がるとそういうイベントごととかも増えるので、こういう強いカメラしっかりしたカメラっていうのがあったら便利かなと思って買いました。最後にやっぱりちょっと良かったところをお伝えしていきたいと思います。もうすでに動画として出しているんですけど、手ブレ補正ですね。これはやっぱりめちゃくちゃ良かったなと思います。歩いている時とかやっぱりちょっと歩いてるガタ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 するような感じの縦揺れがすごいあったかなとは思うんですけど、止まっている時に適当に持っていても本当にブレない、そこの手ブレ補正の効き方はめちゃくちゃすごいなというふうに思いました。あともう一つはオートフォーカスですね。 AF の追従とかそのトラッキングですね。トラッキングとか AF の速度とか精度とかその根本的なところ自体もめちゃくちゃ速くなっているなというふうには感じました。子供相手だったら正直撮り方は今まで通りで AF-C じゃなくて AF-S でシングルスポットシングルポイントかな、このフォーカスレバーを使って撮る方が正直楽かなというふうには僕は思ったんですけど、それもあってこのフォーカスレバーがちょっと使いづらいっていうのが結構ネックだったんですよね。なんですけどオートフォーカスの性能自体はめちゃくちゃ良かったです。もちろんスポーツ観戦とかレースとかボート競馬競輪とか野鳥撮影動物撮影とかそういうのはすごいいいかなと思います。いいところもたくさんあるんですけど、操作性において本当に富士のカメラかっていうネガティブなところが正直見えてしまったんですよね。やっぱりそこは分かってた部分ではあるんですけど、受け入れられない部分だったっていうことが分かったので、今後こういうダイヤルのカメラはダイヤルが少ないカメラを買うことは多分僕はほぼないかなと思います。使えないわけじゃないんですけどね。XH2S ってもう僕的にはもう完全に用途を分けて使う、楽しむために買ったカメラじゃなかったんですけど、使いやすいとかその動画のために買うとかそういう用途もいいんですけど、やっぱりそれって自分の中で寂しいことだったんかなと。プロじゃないんで、だからそこは本当に常に使いたいカメラを買うべきだったのかなと改めて学びました。今回、低評価とか増えそうでちょっと怖いんですけど、そういうことです。ご視聴ありがとうございました。
ではまた。